こんにちは、リカチャンネルへようこそ。今日はズッキーニ、色も綺麗なのでいろいろと大活躍なズッキーニですけれども、今日はなんとケーキにしていきます。これは私が自ら畑にお邪魔して大事に育てられたズッキーニをいただいてきたものです。しんぽさんの家庭菜園にお邪魔してます25年も丁寧に無農薬でありとあらゆる野菜、ここスーパーの野菜売り場だよねっていうぐらい何でもあります。本当にこれをね取ってみます。根元グッと押さえて取ってください。グッと曲げてグッと左ようにして、そうそうそう取れました。すっごい綺麗。ピースこちらとレモンを使って美味しいズッキーニブレッドというケーキを作っていきます。ブレッドっていうんですけれどもケーキです。ヘルシーにオイルと茶色いお砂糖を使っていきます。ジンジャーとかシナモンを入れたスパイスの効いたしっとりしたケーキです。とっても簡単にできるのでステップバイステップでついてきてください。では始めます。ズッキーニまずオーブンを予熱します。まず下準備がいろいろとありますけれども、この型に焼いていきます。バント型っていうんですけれども、なければパウンド型でもいいですしリング型でもいいです。張り付いてしまうのでバターを塗っておいてください。バターを塗る場合は強力粉をはたいてほしいんですけれども、こういう方の場合塗るのが難しいのでたまに見かけたことあると思うんですけれども、オイルスプレーがあるんです。これで飛び散るのでちょっとここでいきます。これ置いておきます。次はレモンです。レモンできましたらパックス使ってないものを使ってください。私はレモンは重曹を使って洗っていきます。水に通したレモンに小さじ2杯ぐらいの重曹を手に取って揉み込んで、かなり綺麗についていた汚れが浮き出て取れますので、それをよく洗い流して拭いた状態がこれです。結構しなびてきますので、その洗う作業をした後はすぐに使ってください。で、今日皮を削るんですけれども、チーズをおろす機械、私が持っているのは蓋がついているんです。手を怪我しないような蓋と思いきや反対側につけられて削ったものをキャッチしてくれるので、このようにカシャカシャカシャ削っていく。今日1分の1個なので半分削っていきます。レモンの皮削った状態で冷凍できるので香りが飛ばないようにちょっとぐるぐる巻きにして置いておくと便利です。ほら、これを使っていきます。次に、材料のズッキーニをおろしていきます。じゅわっと水分が出てくるものが新鮮なもので綺麗でツルツルなものを選ぶといいそうです。このズッキーニがこの一つの型に全部入るわけではなくて、だいたい 120g なので今日これぐらいのサイズになります。これね、ずっと使っている便利なものです。大根おろしとか使えるような細かいのもあるんですけど、もっぱらここばっかり使っています。人参のキャロットラペ、ここでシャッ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 と使ってできるんですけれども、こんなできました。ズッキーニがあるので全部入れてしまいたいと思うかもしれないんですけど、あんまり水分が多いとケーキのテクスチャー、焼き上がりの状態が変わってきますので、 120g をベースに多少前後しても大丈夫という感じでいてください。次から次へと水分が出てきますのでペーパーで包んで水分を切っていきます。絞ってます。追っかけで出てくるものをこちらにもう一度置いておきます。そしたらここにレモン汁小さじ1かけときます。さささささ、ペーパーに吸われないように中の方にレモンをね、レモン和えのズッキーニで眠らせておきます。ズッキーニ
サイズ割り入れます。ほぐしたらお砂糖を加えます。今日ライトブラウンシュガーですね。こだわりのお砂糖ある方はそれを好きなものを使ってください。ブラウンシュガーとか黒糖とかもそうですけど、結構ダマになるので、粉ふるいで先にふるいながらお砂糖も加えるといいと思います。後が楽です。で、大体なじみましたらオイル入れていきます。今日はグレープシードオイルです。米粉とかグレープシードオイル、オリーブオイルでもいいので、あんまりちょっと風味が強いものは避けたいんですけれども、ズッキーニブレッド、ココナッツでも美味しいと思いますよね。少し入れては混ぜ、入れては混ぜ、入れては混ぜ、入れちゃいます。ちょっと濁ってクリーミーになるまで混ぜてください。これハンドミキサーでもいいんですけれども、その場合低速で混ぜてください。そしたらここに粉類をもう入れちゃいますよ。薄力粉にベーキングパウダー、ベーキングソーダ、お塩でスパイス4種類入ります。シナモンとナツメグとジンジャーとオールスパイスです。オールスパイスってないなっていう方はクローブでもいいです。スイーツマニアックのジンジャークッキーとほぼ同じスパイスなので、あのクッキーの味がします。ゴムベラで混ぜます。手前にボウルを回しながらひっくり返していくと、全体がぐるんぐるんぐるんと回されますので、だいたい粉気がなくなりましたらレモン汁も加えていきます。レモンの皮1/2杯、大さじ1杯のレモン入れます。混ぜます。レモンが混ざりましたらズッキーニを加えます。先ほどの待機中のズッキーニです。ほぼズッキーニ生地の半分ズッキーニって思ってますよね。くるみも入れます。くるみは入れるとき、どんなお菓子でもナイフで切ると細かくなりすぎちゃうんですよ。でも食べたときに、あ、くるみだっていう存在感を味わいたいので、手でメキメキっと、このぐらいの大きさですね。メキメキ、たまにすごく大きくてもいいんですよ。ピーカンナッツとかも手で潰せますよね。ピーカンも合います。こんな感じです。こちらを混ぜ切ったら開けます。オーブンが予熱が完了していますので、オーブンに入れたら焼くだけ。全体混ざっているか確認して OK でしたら型に入れます。これでオーブンに入れてきます。楽しみ。早い。オーブンで40分。今ケーキを焼いているうちに上にかけるアイシング作っておきたいと思うんですけれども、粉糖にレモン汁を加えるんですけれども、ちょっと様子が毎回変わるので小さじ2杯分ぐらい入れて混ぜて、あとは微調整っていう感じでいきますよ。混ぜます。酸っぱいの苦手な方は牛乳に変えてください。レモン汁をなじませていくんですけれども、どうやっても無理だとなったら少しずつ。これを作るタイミングはケーキが熱いうちとかではないので、どの段階でもいいです。あまりこれが緩いとせっかくかけても全てがダーッと流れてしまうので、しっかりここで混ぜておくと真っ白な綺麗なアイシングになります。こんな感じ。袋に入れていきます。レモンのアイシングの出来上がりです。そしてくるみはちょっと刻んでおきますので、とはいえそんなに細かくならないようにしてください。焼き上がりました。じゃん、美味しそう。スパイスのいい香りが部屋中に漂っています。
繰り返してみます。よいしょ。よかったー、できましたー。ではいよいよ最終の仕上げをしていきます。ケーキこのままでも十分美味しいんですけれども、今日はレモンのアイシングをかけて、さらにちょっと飾りで中に入っているくるみを上にも飾っていこうと思います。こうちょっと5ミリほど、8ミリぐらいかな、カットしてこうしていきます。こうタラタラっとした時に細すぎたらまたカットしてください。このぐらい。そしたらこれが乾く前にくるみを振ります。ちょんちょん。すぐ乾いちゃうんですよ。レモンとか酸が入っているものって乾きやすいので、こんな感じです。ズッキーニブレッドの出来上がりです。できました。1時間半ぐらいでできるかもしれません。ちょっと冷ます時間がありますけれども、結構あっという間ですので、ぜひ作ってみてください。ズッキーニとレモンでこんなズッキーニブレッドが出来上がりましたね。どんな断面か見たいですよね。こんなくるみとズッキーニがちゃんと見えるんです。アイシングが入ってしっとりして美味しそうです。日本人の私たちには決して馴染みがあるタイプのケーキではないのに、食べるとなんだかホッとする美味しさがあるのが不思議なケーキです。オイルで焼いているので生地がキュッと締まってくるんですね、時間の経過とともに。なのでまだ柔らかい状態の当日がおすすめです。ぜひお家で作ってみてください。それから今日のエプロンもシックバイスイーツマニアックのエプロンです。定番のスリム型なんですけれども、また 100% 麻でできています。使っていくうちに生地が馴染んでどんどん味が出てきて、かなり長く使っていただけると思います。他にもいろいろな色がありますので、お気に入りを見つけてください。今日も最後まで見てくださってありがとうございます。今日のこのズッキーニブレッド作ってみたい、楽しかった、びっくりした思っていただけましたら、ぜひいいねボタンを押してください。またチャンネル登録もよろしくお願いします。では次回も楽しみにしていただけたら嬉しいです。さよなら、ありがとうございます。